Go! これはですね、私の実家から持ってきました古い戸棚です。多分昭和の初期のものじゃないかなと思うんですが、ものすごく古いです。あちこち壊れていてひどい状態なんですが、なんとかしてこれを修理してみたいと思います。まずこういうところを外したりしながら観察してみます。それほど傷んでないように見えるかもしれませんが、なんとなく全体的に歪んでるんですよね。この扉もしっかり閉まりません。とりあえず作業場に運ぶんですが、一応扉が開いてしまわないようにベルトで固定して運びます。持ってみると見た目よりだいぶ重いんですよね、これ。ファクトリー9。とりあえずこの扉を外してみます。使われているネジはもちろんマイナスネジです。なんだかわからない布が、画鋲で溜まってるんですが、この布を取るとですね、右側だけがガラスが入ってるんですよね。左側はどうやら割れてなくなってしまっているようです。こちら側も長板を外そうかなと思ってたんですが、長板を外す前に、この枠自体が壊れてました。ガラスが入っていて落ちると割れてしまうので、とりあえずガラスだけ外そうと思います。古いガラスってすごく薄いのご存知ですかね。すごい薄いので、おっかなびっくり作業しています。ガラスが外れたので、この枠ごと分解してしまいたいと思います。もうほんとボロボロですね。残りの部分の、長板がついている3の部分を外します。左手でドライバーを回すってすごい難しいんですよね、これ。分解した扉ですけども、もうなんかボロボロで本当に修理できるのかなって感じですけどもね。この棚板を外したいんですが、いろんなところが釘で止まっていて、しかもその釘がもう錆びているので抜くのがなかなか大変です。昭和30年代40年代ぐらいの家具になると、だいたいこういう背板ってベニヤ板なんですよね。ベニヤ板の場合はだいたい湿気でボロボロになってるんですが、でもこの戸棚はベニヤ板は使われていません。
棚板を外したところなんですが、どうやらこの棚を作った職人さんが描いた鉛筆の跡があるんですよね。残ってるんです。でもこの線とは違うところに部材が取り付いてるんですよね。こんな風に少しずつずれています。これどっちを信用していいんでしょうかね。後から誰かが修理してずれちゃったんでしょうか。なんだか全く分かりません。なんとなくこの受け材もちょっと頼りないので、新しく取り替えようと思います。ファクトリー9。後ろの方の受け材は、4ミリのタッカーで留めようと思ってるんですが、ちょっと長すぎるので短く切って使おうと思います。これで受け材も丈夫になったと思いますので、少しぐらい重たいものでも乗せられると思います。これでこの本体の方は修理完了として、ちょっとどかしておきます。ファクトリー9。問題なのはこの扉の方ですね。もうすでにバラバラになってしまっています。こんな風に持ち上げただけでバラバラになってしまいます。ちょっとこれはどうしたものかっていう感じなんですが、とりあえず掃除をして元々の形に戻すっていうことなんですが、もうなんかこの辺でですね、こう作りが非常に良くないってことがだんだん分かってきまして、古いものは作りがしっかりしているものが多いと思ってたんですが、これに限ってはですね、ちょっとひどいんですよね。木工用ボンドを使ってしっかり固めてしまいたいと思います。ボンドだけだとぐらつくところもあるので、ビスを打ちます。ちょっとかっこ悪いんですが、もうちょっとこの辺でだいぶ諦めが入ってきましてもう格好とかどうでもいいかなって気もしてきました。とりあえず丈夫にはなったと思うので、もともとついていたガラスを戻したいと思います。
ネジはもともとついていたマイナスのネジをそのまま戻しました。もう1枚の方はガラスがなくなってしまっていたので、新しいガラスを入れます。寸法がちょっと合わないので少しだけ切ります。ガラスを固定する部材はベニヤ板を加工して作りました。これで扉の修理もできました。それでこの扉を本体に取り付けるんですが、これが難しいんですよね。右手でガラス付きの扉を支えながら、左手でドライバーでネジを回す。でまたそのネジがマイナスネジだったので、もうこれは絶対にできないなと思って、一旦プラスのネジをねじ込んで扉をある程度固定してから、マイナスネジに交換するっていう方法を取りました。マイナスネジに交換するときはネジ穴が広がってしまっていますので、爪楊枝にボンドをつけて穴を埋めてからネジを打ち直します。ファクトリー9。これで組み立て直して終わろうかと思ったんですが、この真ん中の扉が合わさる部分ですね、このメシ合わせの何ていう部材になるのかちょっと名前はわからないんですが、なくなってしまっている部材があるので、新しく作って取り付けようと思います。これでメシ合わせの部材はついたんですが、扉自体が歪んでいるので収まりが悪いんです。こんな風にうまく閉まりません。戻ってきちゃいます。ちょっと格好は悪いんですがしょうがないので、キャッチを一つつけておきます。これで昭和の戸棚、修理が全部完了しました。正直言って納得できるような仕上がりにはなりませんでした。でも元々がひどかったですから、使えるようになっただけでもいいかなと思ってます。今回の動画はいかがだったでしょうか。古い家具って、古民家と同じようなもんで、壊れてしまっても、直していけば使えるって僕は思ってます。これからもですね、いろんなものを修理する、様子もお伝えしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。